今回はウィリアムズ FW16 のパート5です。ナンバーワンを背負ったヒル。アイルトン・セナが亡くなったことによって、デーモン・ヒルがエースドライバー、要するにナンバーワンドライバーになったわけですけども、この時の状況をデーモン・ヒル自身が近年振り返ったインタビューがいくつかありますので、そこから抜粋してこの当時のことを紹介したいと思います。94年について語るヒル。私の人生を変えた。アイルトンが生きていたらワールドチャンピオンになれなかったと思う。ナンバー2としてマイケルと2位争いをしていただろう。ヒルが言うには、セナが生きていたらワールドチャンピオンになれなかったと考えているそうです。これは複数のインタビューでそういうふうに語っているらしいですね。セナが生きていた場合どうなってたかっていうのは実際誰にもわからないので、何とも言えないんですけども、おそらくヒル自身はセナの速さや前年までのレースでの手強さ、それを全て加味して考えると、彼がいたのであれば倒すことはとてもじゃないができないっていう感覚をやはり強く持ってたんでしょうね。ナンバー2としてマイケルと2位争いをしていただろう。94年当初、セナほどの速さはありませんけども、前年はプロストに匹敵するような速さを見せたり、着実にポイントを取るってことをしてましたから、当然2位争いというのはできていただろうとは思いますね。アイルトンを失った後、チャンピオンシップの希望を背負う最前線に投げ込まれた。そんなことを期待していなかった。これは要するにセナがいなくなったことによってチャンピオン争いの主役にさせられたってことですよね。セナが死んでしまったという状況も含めて、そんなことは期待してなかった。そうなるとは思ってなかったっていうことでしょう。それはそうですよね。94年が始まった時点で、自分がシューマッハとチャンピオン争いを最終戦まですることになるとは思わないですからね。で、そのデーモンヒルなんですが、セナが亡くなったサンマリノグランプリ、セナが死んでしまったことはいつ知ったのか、分かってレースをしてたのかっていうことについてなんですけど、セナが亡くなったのを知ったのは、私は脱水症状を起こしてメディカルセンターにいた。彼が亡くなったことを初めて聞いた。これはレース後にメディカルセンターにいたことを言ってます。セナがクラッシュした後、チームからの指示によってデーモンヒルはパワーステアリングのスイッチをオフにしてレースを走りました。それによって脱水症状を起こしたらしいです。で、それでメディカルセンターにいた時にセナが亡くなったということを初めて聞いたというわけです。セナのクラッシュ後もレース続行をしたことについてチームを信じていた。他に何ができる？ボルトを締めたかと何度も聞くことはできない。あんな風にレースに出たら何か問題が起きる可能性も受け入れるしかない。これはですね、セナが死んだことは知らないにしても、セナがクラッシュしたことは知ってるわけですから、自分のマシンにも何か異変が起きるんじゃないかという、それを予測して、レースに出ないという選択肢もあったんじゃないか。そんなような趣旨の質問のようです、これは。でもヒルが言うには、チームを信じてレースに出るしかないと。ボルトを締めたかって言ってんのは、マシンのここは大丈夫なのかとか、ここはどうなってんだとか、レース前にそんな心配をしてたら、レースができないってことを言ってますよね。チームを信じる、メカニックを信じて戦うしかない。もし何かあったとしても、それも受け入れるしかないってことを言ってますね。責任感の強いヒルらしいとも言えますし、F1 レーサーっていうのはこれだけの責任とリスクを背負って走ってるんだなってことがわかるとも言えます。とはいえ、この後ヒルはどう感じてたかというと、次のレースに出場すること自体が怖かった。FW16 の速さよりもまず恐怖と戦っていた。ナンバーワンドライバーになったことについては自分の準備ができていない役割だったということです。これは3つともヒルを責める要素は全くありませんよね。このように感じるのは当然なことで、恐怖を感じるし、やはり非常に乗りづらいこの車に対しても恐怖を感じるでしょうし、いきなりナンバーワンにさせられてしまったわけで、準備ができてない。それはそうですよね。ただ、この時こう感じていたヒルですけども、それを乗り越えてチャンピオン争いをしたわけですが、どのような覚悟を持ってこの後戦ったかということなんですが、一度レーシングドライバーになると決めたら、こういうことが起きるのは避けられないと理解しなければならない。今引退するのは本当のリスクを理解していなかったことを認めることになる。誠実なヒルが語ると、この言葉は非常に重いですね。とにかくあらゆるリスクというのはレーシングドライバーについて回るものなんだと。で、
ここまで最悪と言ってもいいようなことが起きても、それを乗り越えないのは、そのリスクを理解してなかった自分が悪いと。だから乗り越えるしかないっていうことを言ってますよね。デーモン・ヒルがこの後急速に速いドライバーになっていくわけですけども、なんでそんなに速くなれたのかっていうのは、テクニカルなことは置いといて、まず根本的にこういう精神構造といいますか、レースに対してこういうものの捉え方をしている。その辺がトップドライバーなんだなって思います。今こそ自分で何ができるかを示し、プロフェッショナルであるべき時だった。それ以下は期待されていなかったし、私たちも期待していなかった。これ当然英語のインタビューを無理やり日本語にしているので、時々ちょっと分かりづらいと思うんですけど、それはご容赦ください。でも先ほど言った通り、困難な状況であっても、自分が何ができるかを示してプロフェッショナルであるべき、そういう時だったって振り返ってますね。本当にデーモン・ヒルという人は、その責任感、これを乗り越える能力、精神力って言えばいいんですかね。本当に素晴らしい人ですね。で、実際にこの後、シューマッハとのチャンピオン争いをするわけですけど、シューマッハとの話はちょっと次回の動画にします。で、恐怖を感じていたというその FW16 のマシン特性についてちょっと触れたいと思います。この車は空力的に非常に不安定っていうのはもうこの動画を見てくれてる皆さんは十分理解していると思いますけども、もうちょっと具体的にどういう挙動をするのかっていうのを、これ一例なんでしょうけども紹介したいと思います。FW16 の挙動について。ブレーキングで一気にノーズが入り、コーナー中盤で急にリアが軽くなり、立ち上がりで唐突にトラクションを失う、スイッチ的な挙動。これを読んだだけでもすげえ乗りにくそうって感じはしますけども、しかもこういう変化が緩やかに起きんじゃなくて、唐突にスイッチ的に切り替わるように起きるってことなんですね。これはドライバーが反射神経でどうにかしないといけないというとてつもなく乗りにくい車ですね。で、そうだとしてもセナとヒルほどのドライバーがなんで苦労するかと言ったらさらにこういうことらしいです。FW16 は信頼関係を築けないマシン。同じ操作をしても同じ結果が返ってこない。ヒルにとって信頼できない車は攻めきれない。セナは危険だと感じながらも限界を探ろうとしていた。先ほど説明したその非常に扱いにくい特性なんですけども、さらにその動きが一貫性がないと言えばいいんですかね。同じ操作をしても毎回同じ挙動をするわけではないということみたいなんですね。そこがこの2人のドライバーがとても苦戦した理由の一番の原因なんでしょうね。扱いにくいにしても一貫性があればそれなりに対策を考えてドライビングできそうな気はするんですけども、その動きに一貫性がないものだからドライバーとしてはその瞬間ごとに対応を求められるっていうことなんでしょうね。これはヒルが恐怖を感じても当たり前ですよね。こんな感じで、94年を今振り返ってみてヒルはどのように思ってたのかっていうことと、FW16 がどんだけ扱いにくい車だったのかっていうのを紹介しました。次回はそのシューマッハとの戦いとそれによってヒルがどのように成長したかっていうのを紹介したいと思います。はい、今回の動画はここまでです。いつも本当に皆さんコメントたくさんありがとうございます。今回も動画を見て何か感じたことコメントください。皆さんのコメント読んで私もとても勉強になってます。高評価も押してくれてありがとうございます。チャンネル登録者も、地道に増えてますので、とても嬉しいです。何度も言ってますけど、このチャンネルは私ライフワークとしてずっと続けていきたいと思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。